1930年、ハイラル王立鉄道は80周年を迎えます。私たちは苦難を乗り越えながらハイラルの街と共に歩んできました。王立鉄道では80周年を祝うためにさまざまな施策を実施。まずはハイラル城下町の都市内通勤路線としてコログ線を開業させました。そしてハイラルの町と地方をより早く結ぶために車両を更新。特に低ハイエに導入したフライングスコッツマンは100キロを超える高速走行を実現します。最後に非常に地味な点ですが、ロゴの変更と長かった中央停車場を中央駅と改称しました。これからもハイラル王立鉄道はハイラルのために皆様を運んでいきます。皆さんどうもごきげんよう、メヨロンです。いつもと違って先にいろいろ手を加えた姿をチラ見せする形にしてみました。まずは目玉プロジェクトのコログ線建設からどうぞ。いつも通り倍速になります。飛ばしたい方は画面中央の時間までどうぞ。大体終わりました。それでは空撮映像で路線を紹介していきます。コログ線は中央駅を出るとカーブをして北に進み、すぐにロマーニ駅に至ります。駅名はこの周辺がロマーニ平原と呼ばれていることに由来しています。ボッチ橋の近くで外堀を渡り、森林公園駅に停車します。
東上線の森林公園から取ったわけではなく、この島がハイラル森林公園と呼ばれているからですね。またまた外堀を越えて、ラウル丘陵を通って森駅に到着。この駅からは新たに建設したオルディン・ボロン鉄道の支線が五大駅まで伸びています。ここから急な坂をトンネルで登り、路線名の元となったコログの森に到着します。ブレワイでは深い霧で気づきませんが、コログの森はすり鉢状の地形になっています。隕石でも落ちたのかな。全体像はこんな感じ。高架線メインの通勤路線をイメージして作ってみました。全線電化のコログ線使用車両はオランダ国鉄マット24です。オランダ最初の電気鉄道、南ホラント電気鉄道が建設したホフクレイン線で活躍していました。電動車2両に付随車に3両でユニットを組んで運用され、干渉機と連結機を備えることで直動車などの客車を増結して走ることもあったそうです。ハイラル市民やコログの森に住むコログたちの足として活躍してもらいましょう。地味な新路線、ゲーデイゲー森線ですが、コログ線同様に全線電化で開業、途中チロリ駅を設けました。もちろん電気機関車で牽引してますよ。やってまいりました。リプレイスメントのお時間です。今回は先に結果を見せてしまったので見え見えですが、テーハー A にイギリスを代表する機関車 A3 型フライングスポッツマンを導入しました。最高速度は120キロ。1934年に行われた試験では160キロを記録しました。LNER ロンドン&ノースイースタン鉄道でロンドン、エディンバラ間の東海岸本線をノンストップで結びました。日本で言うなら東海道本線を走ったツバメに近い花形列車ですね。この機関車の導入に伴い、今までテーハー A で使用していた機関車をベルド線に転用。ベルド線の顔であったオーストリアの6型機関車は引退となります。今までありポッポまだ置き換え車両あるんでね、テンポよく進めていきますね。パテール線はまた車両が変わりました。配速は明治から大正に機関車を変えました。客車も大正のものが良かったんですが、重くて坂での減速が無視できないレベルだったので、明治期の車両を続投させます。電化しろ、電化しろ、さっさと電化しろ。これは失礼。電化化撃破が湧いてましたね。普通列車もトロリーポールからパンタグラフになりました。構成電車ということもあり、テカっててかっこいいっすね。この辺の車両はウィキに日本語で情報いっぱいあるんでね、詳しくはそっちを見てくださいな。ということで今回は本格的な都市鉄道のコログ線を作ってみました。本格的な電車も登場したことで一気に近代的になってきましたね。次回は手つかずだったフィローネ地方に線路を伸ばします。お楽しみに。最後にほのぼの映像コーナーです。